こんにちは。大工のしょうやんです。今回はね、この小さいもんですけどね、食べていきます。これ小さいですから、クレーンなしで、息子と2人でね、なんとかこの屋根までできたらいいかなと思ってます。お、このままで入ってるやん。ご安全に。ご安全に。酔っ払っちまうやんけ。酔っ払うほど飲むなよ。これ米、塩やけど。昔からこのセットなの？本当言ったらこれ普通の米やろ。千枚やな。順番は塩、米、酒と。これで気を待っていくと。はい、気を入れたまえ。建物はね、大きい小さいにかかわらず絶対にこういう建てる時はね、酒で清めますね。これはしきたりというか縁起物というかね、もし何かあった時にねっていうおまじないと保険ですよね。あ、仏間を清めたん。うまくいきますように。はいはい。あー、美味しい。ひょっとしてあなたカメラマン？わし一人で。いや、場合による。それではね、柱から垂れていきます。2人おる注文のなかなかね、すぐカメラマンに徹するんでね、結局一人で柱は垂れていきます。ゆすればね、この柱の重みで上手に入っててくれます。そしてね、増築というか縦増しというのはね、どうしてもこの取り付け部分と長さをその場で測って切って収めていくっていう箇所が何箇所かは出てきます。ほら。昔はもう必ずって言うてほど岡材をね、古い柱に穴掘って差し口しましたけどね、差し口ってこの古い柱に穴を掘って歩道を入れるってことでね、この頃は古い建物のもう横にダブらして柱を立てるよね。古い柱には荷重をかけなくてこっちの新しい部分で支えるってことでね。この建物はね、片流れで取り付くようになりますから、桁の方はそのまんまなんですけど、取り付けは針の方だけどね、長さを拾って切ってやるような形になります。どんな建物でもまず桁を収めて針を収めて、そして中張りとかね、そんないろんなもんは今回はありませんから、その上にもやを乗せていくと。ですから桁の方が木柄は小さいんですね。柱で大体が1メーター間隔で受けますから。でももやは3メーター飛ばすんですね。持ちっぱなしになるってことだよね。ですから桁で150、もやで180の木柄を使ってます。もう一寸ずつ大きくしたかったんですけどね、なかなかね、これ以上重いとね、手で上げるのが大変ですしね、荷重はねこれで十分支えられます。今これ入れてる材料がもやってこう言うんですけどね、同じ材料でもこれが一番下まで行くと桁になるんですよね。屋根を支えるたるきを受ける木がもやです。
あらかた形できたんでね、金門をしまいます。金門しまうというかね、きちっとつけてやらんと太刀を見た時に変わるってことやね。胴突きがついていたんでは太刀がね正確に出ない。ですから見つけるとこはボルトとガスガイとビスでね、しっかりとこう止めて、それから家の帰りを見ます。これが反対になるとね、せっかく太刀見たわ、柱の胴突きがちょっとついとるわってなると、5本でまた下ろした時に狂ってしまうんですね。これで建物がきちっと組めたんでね、太刀を見ていきます。太刀もね、正直三方だけですよね。最初に取り付けで際に立ってる柱で帰り見てますからね、大体はポンと当てて OK の寸法で切ってありますから、用を直して 2,3 ミリってとこへね。でも 2,3 ミリでもきちっと直していかないとね、やっぱり最初が肝心ですからね。気持ちこっち側。気持ちこっち側やろ。ちょっといくよ。うん、ほんのちょっと。来たやろ。オッケー、バッチリ。そうやね、高いね。それでどうや。ちょっと引っ張ってみるな。オッケー、そこ。あ、もんで。打って。もんで。打って。あんで。こっちいくら簡単や。こっち入れる。これでね、建物はきちっと定位置に収まったんですけどね、上のもや1本だけが壁の中にね突っ込むようになります。この下にはもう柱が立てられないんですよね。部屋にこう出っ張ってきますからね、折り合いでも古い建物に取り付けます。ちょっとベランダというかね、出っ張りの部分がありましてね、この中身がこうわからない部分に取り付けようになります。少し多めにめくったら大花台が出てきたよね。ですからこの大花台にしっかりと塚をはめ込んでやってね、そしてその上にもやを乗せて取り付けるようにします。どんだけ重い何トンってある木でも落ちがけってよく言うんですけど、かかっとる部分は15ミリですからね、これで30ミリはかかってますからね。そして4寸角立てで、それにもやかけてありますから、見た目以上に丈夫ですよね。こっち押せ。そっち乗った？飲む。構造台のね最後のたるきがけをつけていきます。これはね、たるきを両側仮打ちしてね、そしてそのたるきから長さも高さも測ってきます。これ現場あたりでね悔しくさいように思いますけどね、これが一番正確ですよね。高さも通りますし長さも決まりますからね。今回は長めのたるキックで必要以上の数で止めてます。こういう増築の場合のたるきの例はね、なかなか最初に決めるってことはできませんからね、たるき打った後に長さ出して切ってきます。桁と同じ長さでも鼻隠し作って切ってありますから、まず鼻隠しをつけて、そしてその横にハブ板を打っていきます。鼻隠しってね、たるきの鼻に打つから鼻隠しって
って言うんですけども、花隠しを打つことによってたぬきの根がまっすぐなって軒先が折れないってことやね。ごっつい雪が来ても一本一本に荷重がかかりませんから分散してくれますから、たぬきの花が折れない。これが一番のメリットですよね。和風じゃないですから、軒天を張る。軒天が花隠しがないと収まらない。いろんな意味合いがありますけども、正面に打つのが花隠し、横の上りに打つのが羽板ですね。花隠しがなくても羽板は絶対にいります。これはやっぱし雨よけ、風よけ、そして家の飾りですよね。これがなかったらやっぱり締まりがないですよね。昔の和風の家なんてね、もう本当にこの羽板にはね手かけましたね。水たり何段もしてどうやらするとね、下居まで下げる取った家もありましたよね。トタン屋根でね、一番大切なのはこの広小舞と上り小舞。これをしっかりした材料で回ってやるってことでね、簡単に仕上げてるとこなんてね、上に合板を張ってその合板を跳ね伸ばすってことでね、一緒な仕上がりで屋根はできるんですけども、水が回った時にすぐ傷んでしまうんでね。ですからこの厚みのしっかりした赤身の材料でね、これ回ってやれば出てる唐草部分は腐りが来ないってことなんですよね。そして屋根板、野地板ですよね。これは杉板の 12mm、 赤みが張ってる方がいいですよね。でこの上に 12mm のシージングを貼ります。シージングでね、防音と少しの断熱効果ですよね。板金屋さんもね、グッドタイミングで来てもらってね、ベルトも貼ってもらって、これで屋根は完成。もう雨も降ることはないですね。屋根ができたんでね、壁の面材を貼ります。もう面材言ってもね、まずは耐力壁の部分だけを先貼っていきます。間柱入れて、そして筋交いの代わりになる耐力壁ですよね。これ全部貼るとね、増築の場合ですとね、吐き出しとか大きいサッシあればいいんですけど、今回のように小さいサッシですとね、中入ることができないんでね、とりあえず今は耐力壁の部分を貼って建前の完成ですね。これでね、9平米の増築部分の形になんとかなりました。で耐力壁も貼ってね、これで風が吹いても大丈夫です。サッシの部分はねまだ貼ってありませんけども、これ貼るとねかえって中入れないんでね、この状態で一応立ち前は完成です。以上、ダブルシャインでした。